こんにちは。今回はね、カッターナイフの使い方。皆さんね、一度は使ったこともあるんじゃないかなということで、カッターナイフを、大工工事であったりね、DIY で使うことも多いかと思うんですけども、オルファのページでね、カッターナイフの使い方っていうのが出てきたんですけども、基本的にはね、カッターマットの上で紙を切るように使ってくださいねという形であったので、一度この使い方に関しては、皆さん、見ていただけることだと思うんで、今回僕からはね、その危険なところ、特徴的な使い方みたいなことをね、DIY であったり、大工さん、始めたての方であったり、あとは現場監督さんとかでね、現場をちょっと手伝うみたいな方もね、ちょっと見ていただいたらどうかなというところで、させていただきます。まずはね、このカッターナイフ。いろんなタイプはね、僕も使ってるんですけども、折るタイプもあったり、細工するタイプもあったり、太さもね、こうやっていろいろあるんですけども、基本的には、大工として使うのはね、このぐらいの大サイズと小さいサイズ、これはちょっと長めの刃が付けれるタイプなんですけど、僕はこの2本で大工工事できるかなと思います。それではね、まずカッターナイフの道具としての特徴というのを、しっかり理解することで、力を 100% 発揮できるようになると思うんで、特徴をね、3つ説明させていただこうと思います。まずはね、何よりこの刃がね、薄くて長い。こんだけやっぱり刃の長さがあるんで、かなり大きいんですね、大工さんで言うと。薄くて長いことで、柔らかいものですね、断熱材とか、ちょっと厚みのあるものも結構長さで切れるよみたいなことが、やっぱり特徴になってきます。2つ目の特徴なんですけど、この刃なんですよね。やっぱりすごく安くて使い捨てできる刃で結構切れると。やっぱり安いからこそ結構駆使できるということがあるかなと思います。のみで切るかカッターで切るかみたいな判断になった時に、例えばね、切りたいものの向こうにコンクリートがあってね、刃が傷んでしまうとか、そういったことであったり、例えばこう刃を立ててね、削るみたいな作業であったり、そういったことも解かなくていいということがやっぱりメリットになるので、そういった使い方をすることが多いかなと思います。あとやっぱり刃先だけを使うような紙だけをシュ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 切れる状態で切っていきたいとき、で、刃がポロッと折れてもやっぱり折ってですね、何度も何度も使える。本来の使い方ですね。そういった部分もやっぱり使い方としてはあるかなと思います。あともう一つはね、やっぱり刃がしまえるということですね。刃がしまえるから、やっぱ腰袋とかにもね、刺して回ることになるので、こんだけの切れる刃物っていうものがね、工事とかしてたらあちこち行くので、その場面場面で、刃物ってなったら出番が多くなる道具に安全だからこそなっているかなということが言えるかなと思います。そういった特徴をね、生かして、そういった特徴を分かった上でのね、カッターを使うためのポイントですね。というのは、両手当てで紙を切っていくという作業だけじゃなくてですね、やっぱフリーで使ったりとか、いろんな使い方をするので、どういったことを気をつけていけばいいかというところです。使い方の、ポイントも3つあってですね、まずはやっぱり、フリーで使っていくわけですね。で、例えば紙を持って切ったら、この裏側が切れちゃうからということで、持ち上げて切ったりとか、こういう切り方とか、そういったことをする中でですね、やっぱり他のものを傷つけたり、自分で傷つけたり、人に傷つけたりとか、そういったことが起きやすい道具になるので、そこは注意が必要だということです。あとはですね、もう一つはね、角度に注意。で、結構ね、厚みのあるものを、例えばこれぐらいの厚みがあるものを切っていくと、単純にこう切るのか、こう切るのかで、角度がやっぱり変わりますよね。で、大工全般的にそうなんですけど、この刃のね、向きを見通す癖をね、いろんな道具でもあれなんですけど、やっぱりしっかりまっすぐに使う、そういった癖っていうのがポイントとして必要になってきます。あとは力加減、これが結局カッターを 100% 使うにはですね、カッターナイフの限界っていうのをちゃんと知っておかないといけない。結構よく使う刃物なので、ぐっと力入れちゃったりするんですけど、基本的にやっぱり薄いですし、硬いものが切れないんですね。硬いものは切れないんですけど、その勢いでバスッといった時に手は切れちゃう。骨は切れないんですけど、手とか血管とかね、神経とか切れちゃうんで、力加減はやっぱり気をつけるというのがやっぱり大事になってきます。その力加減で言うとですね、大工じゃなくてクロス屋さんとかはですね、切ってはいけないものがあってですね、で紙、クロスがあるわけです。で、クロスが2枚あるところをですね、スッと、この紙だけを切ってですね、で、きれいに継ぎ合わせていくみたいなね、そういった力加減の、熟練の技みたいな、そういったことも技として使えると、またそれはそれでカッターの使える幅が広がると思いますので、ぜひとも挑戦していただきたいと思います。選び方なんですけど、
まあ、例えば刃の大きさであったり、このネジ式か、ロック式か。ロック式っていうのは、これが動くことによって動くっていう、このままで動かへんけど、ここが動くと動く。ネジ式はまあ、単純にネジが閉まっている状態。まあ、こういったのとか、あとはまあ、僕は最近買わないですけど、6連発、刃を6枚入れられたりとかね、そういうのがあるんですけど、基本的には一応ないかなと思いまして、僕がまあちょっとおすすめするのは、こういったものとか、カッターにヘラがついてるもの、これが結構ね、カッターを使うときにですね、よく一緒に使う作業になるので、こういったものだけはね、ついてる方が便利です。こういったものはついてないですね。まあ、ちょっと角を押さえたりするのに非常に便利なので、これついてる方がおすすめかなと思います。ネジ式がめんどくさいのかなと思うんですけど、結構ね、熟練の職人さんでもね、やっぱりネジがいいよっていう人いるので、すごいカッターを使うから、効率悪いかなと思うんですけど、結構いるので、好き好きだと思います。あと、連発に関してはね、大工は、雨に濡れることもあるんですよ、道具がね。肩だけびしょびしょになっちゃうみたいな時にね、刃が6枚入ってるとね、6枚とも全部錆びちゃうみたいなね、ことあるので、まあ別に1枚ずつ変えればいいんじゃないかということが、大工としてはあります。あとやっぱり非常に大事なことなんですけど、このカッターの危険性というところですね、非常に危ないもんだと。もうやっぱり、大工さんとかね、建築業の人、みんな持ってますけど、みんなやっぱり長い経験の中で、何かしら怪我をしてですね、人の怪我を見たりですね、すごく危険なものだと思って使っているものなので、割と身近な道具ですけども、やっぱり気をつけて扱ってほしいなと思います。慣れてきた頃にね、怪我しますし、怪我してみないとね、分かんないこともありますし、怪我したら戻ってきませんからね、指が落ちちゃうことはほぼないと思いますけど、やっぱり気をつけてください。気をつけるポイントとしてね、一般的に考えられることっていうのは、もちろん気をつけていただいたらいいと思うんですけど、ちょっとね、これだけは知っておいてねと、知らないと危ないよということなんですけど、まずね、力を入れた時にやっぱ薄いので、折って、この新しいものにするものなんですけど、ここで力を入れた時にやっぱり割れて、こうやったら先に進まないような気がしますけど、ここで割れたら先に進みますから、無理な力のかけ方、折れる可能性っていうのを頭に入れておいてください。ものすごい力で切れますからね、これ非常に危ないです。あとね、刃を折るとき、なんかね、刃折り機みたいなやつでこう折っていくのがベストなんですけど、パチンって折れるんですけどね、折ったら刃バーンと飛んでいくの目に刺さったりしますので、気をつけてください。あとは、刃最後まで使わないですよね。使えないんですけど、どうしても、その折った先の刃でも、残った刃でもやっぱり、捨てるときにね、注意非常に必要です。ゴミ袋に入れてもですね、そのゴミをこう処理する方が怪我するかもしれないので、しっかりね、安全な捨て方でやらないと、自分が怪我することにもなると思うので気をつけてください。あとはですね、オルパの方にも書いてあるんですけども、やっぱりカッターでね、定規を当てて使うときにはね、やっぱこういった厚みのあるもの、こういったもので危ないよということです。で、こういった厚みのあるものをね、忘れるようにして使うんですけど、結構ね、怖いのがですね、こう、シュシュシュ切ってるんですけど、何か見通しにこう上がってくることあります。これ、上がり止めになってるんですけどね、ここに一段上がっても、ここに一段上がっても、こっちに来ないっていうことしてくれてるんですけど、そういった筋がない場合、一回上がってくるとそのままこっちに来ますので、定規はやっぱり上がってくるもんだと思って、丁寧にこう、切っていくということが必要です。あとはね、コツなんですけど、一回で切ろうとせずにですね、あまり力入れずに、何回かでこう切っていくようにした方がいいと思います。あともう一つはやっぱり力を、入れすぎないようにすること。これもね、例えばですね、こういったものをこっち側に、刃を入れるとき、どうしても入れたいときありますよね。こういう風にやったら危ないですよね。なので、コツなんですけど、絶対に自分の手を切らない動き。わかりますかね。この手首だけを動かしてですね。で、腕を動かさない。手首と、手首で固定しておいてですね。そしてこう、手首と手首で動かす。そうするともう絶対いかないですよね。そういった形で、何かの時にはちょっとコツとしてね、手首と手首で動かすんだというのを覚えておいてほしいと思います。で、そんなね、刀ナイフなんですけども、実際に具体的にどんなシチュエーションでナイフ工事で使っていくかというところですね。もうすごくよく使いますけども、最近の新築とかって結構、既製品のね、材料入れるんで、とにかく段ボールに包まれてると表示してあると、そういったものも開口等で使いますし、その時にはもちろん中も傷つけないようにとかね、そういうことがあります。あとは断熱材とか、発泡ウレタン系とかね、あとはグラスウールとかあるんですけど、ちょっとこれね、一つコツなんですけども、ここわかりますか、ここ。ここね、多分手が
この、いかないようにっていう形でしてくれてるんだと思うんですけど、これね、断熱材で50ミリ以上あったりするんですけど、こう、長くしてガーッと切ってくるんですよね。ここがね、引っかかるんですよね。これ、断熱材切るときは邪魔です。なので、こういった形に削ってあげてもいいかなと。僕は大体削るんですけど、最近なくしたんで、最近買ってきたやつなんで残ってますけど、こう削ってあげた方がいいかなと思います。あとは、養生をするときにあったり、紙系、シートみたいなのとかね、ビニールみたいなのを切るときも当然使えます。ロールになってるものがね、こう切り出したりするのにも使えるので、使っていると思いますけど、それは一般的な使い方かなと思います。ライクがよく使う建材を加工するのがね、施工ボードとベニヤと説明させてもらいたいんですけども、ちょっと厚い。2.74、5.5 ってそういう形にベニヤって厚みあるんですけど、2.7 ミリの本当に薄いベニヤなんですけど、スッと切ればね、バシッと割れてね、加工することができるんですけども、ベニヤに関してはね、ちょっとね、力いるんで、基本的にはカッターでも切れるんだけどもっていうところで、危ないのは危ないんで、あまりおすすめはできないかなと思います。次はね、石膏ボード。石膏ボードもね、基本的にクロスの下地としてね、防火10体化ボードなんですけど、石膏に、紙が裏表ついててですね、なっているボードです。表面が紙があってですね、で、裏も紙があってね、ここが石膏になっているという状態で、ここ厚みが、9.5 と 12.5、15とかもあるんですけど、紫あるんですけど、基本的にこの2つ、3部ボードと4部ボードっていうのがあるんですけど、これの加工の仕方ですね。これ10ミリなんで、こんな厚みなんですけど、基本的にはこの紙と紙が引っ張ってる状態で、石膏は非常に柔らかいので、ここだけスッとカッター入れてあげるとですね、カッターですね。カッターでシュッと切ってあげるとですね、ここでパキッと割れてですね、こういう状態になりますかね。パーッと割れ割れです。で、こっち側もカッター入れてあげると、ごめんなさいね、変な、あれですけど、こういう状態になります。で、ここがボコボコっとなってて、ここちょっとドンと角につけたりするときに、当然ここ削りたいので、ここヤスリとかで削ってくるんですけど、そのまま削るとですね、ここがぐちゃぐちゃっとなったりするんですね。下の裏の紙が邪魔になって。なんで、ここだけちょっとカッターでね、こういった状態で、こういう状態で、こういうふうに、軽く面を取ってあげてですね。で、軽く面を取ってあげて、削ってあげてもいいかなと。ヤスリで削るのも、そんな感じでですね、カッターだけでボードを加工できます。穴開けたりとかね、そういった時にも、機械がなくてもね、割合とカッターないと、手の甲もあると便利なんですけど、加工できるので、これは、プロもね、絶対にカッター、どっかで使ってます。これからプロでやっていこうという方もですね、機械だけに頼らずにですね、リフォームとかやると結構、カッターだけで行った方が早かったりするので、こういったものも、練習していった方がいいかなと思います。削るっていうこと、最初も言いましたけども、基本的に切るだけじゃなくて、削っていくみたいな作業。ここを削るのもそうなんですけども、結構硬いものを削ってあげるみたいな、刃を立ててですね、削るみたいなことも使います。っていうのはね、持ってきてないな。スクレーパーってね、検索してもらったら分かると思うんですけど、ここ持つところでですね、こういった形になってですね、ここにカッターの刃をつけれるっていうね、これ刃です。こういうガシャガシャっと、こういうガシャガシャっとするやつをスクレーパーって言うんですけど、こういったものも、カッターならではの使い方。もちろんこれ、刃ついてるので、気をつけてください。いろんなコンクリートの上にね、汚れがついてたりとかね、剥がしたいものがついてるときとか、すごく便利なので、そういったこともあるかなと思います。面白い特殊な使い方としてはですね、例えばね、黒っぽいね、建材っていうのを使うこともあるわけですよ。で、こういった表面のね、建材やったとするじゃないですか。こういうところに化粧面なんで、あんまりつけないです。ちょっとつけたりしてもね、見えないんだよね。そういった時にですね、もうほんまに傷をつけちゃう。そういった使い方、僕は傷つけるときは、刃を逆にしてつけるんですけど、狭い同士とかでね、使うことあるんですけども、例えばこうやってね、刃を押さえて、こういう状態で傷つけたりとかも、印をつけるために使えるかなと思います。あとはですね、このヘルの使い方。例えばこういったビニール系のものをね、ここで書きます。角になっている部分に、仕上げたらこう貼りたいと、際で切りたいみたいになった時に、
まあこういったものをグッとやるとですね、こういう状態になりますよね。ちょっとここが曲がってくると。そういった時にですね、ここにちょっと角がね、あるんで、ちょっとこう実践させてもらおうと思う。こう当てた時に、ここのヘラの部分ですね。このヘラの部分。で、グッと、筋を入れてあげると、ここが、もうこれさっきやって、ちょっとここが固定されてるので曲がってますけど、しっかりと角がつくわけですよ。これですね。そういった時に、これから、ここがビシッと曲がってくれるわけですね。で、この筋を入れたことによって、刃を出して、ここの角をスッと切ると。刃の入れ方もね、ちょっとこう斜めに入れる方法とか、ちょっとこういう風に切った方がいいとか、こういう風に切った方がいいとか、いろんなこの刃の当て方があるので、いろいろちょっと工夫してみないと、ちょっと、切りたくないとこ切れちゃったりみたいな、そういった、先ほどの角度の話とかも結構出てくるので、いろいろ試してみてください。まあ、そんなことでね、まあ、基本、いろいろナイフの使い方をご紹介させてもらって、最初に戻るんですけど、基本の使い方はやっぱり、知った上でですね、ナイフとしてフルで使うためには、特徴をね、ちゃんと知ってですね、危険なこともしっかり分かった上で、使っていただいていろんな使い方ができるので、ぜひ、カッターナイフ、使い方を極めてくださいということですかね。